And the first question is, What the general image of Japanese people in your country? これはね、かなり聞きたかったんですよね。はい。日本の人があ、どんなはい。印象、イメージがあなたの国ではあるのかというところを。やっぱここに住んでるうん。と、よく日本の話がよく出お、るんですよね。あ、そうですか。まあ最近日本へ行ったとか、はい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 。日本に行きたいとかよくうん。言われるんですけどね。はいはいまあはいはい。行った人は帰ってきてどうだったって聞いたたんびに、もう超良かったって言うんですよね。あ、そう想ですか。像したよりもううん。最高に良かったって。お、そうですか。はい。だからもう、やっおぱり、うん。まあ外国にいる人たちには、やっぱ日本はなんかうん。すごい国だっていう印象はありますね、やっぱ。あ、そうっで、すか。人そのも、うん。そうだと思いますよ、はい。うん。意外ですね。嫌いだったとか、好きじゃなかったとかは、つまんなかったとか、聞いたことありませんね。じゃあ意外と印象はいいんですね。比較的。印象はいいと思いますよ。あと人の印象もいいと思いますよ。あ、人もいいんすか？まあ大体、まあ大体はいいと思いますよ。はい。うん、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 うん。まあ、なんていうか、はい。優しいし、丁寧だはいはいはい。し、はい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 。まあ、うん。優しいと丁寧がメインだと思いますよ。多いんですね。あ、やっぱそうなんですね。優まあしいのか。一応、やっぱシャイなところはあるとはみんな理解してると思うんはいはいはい。思うんですけど、はいはい。やっぱりそれ以上にうん。丁寧で優しいっていうのがうーん。メインだと思いますああ、よ。そういう印象がやはりあるんですね。初対面っていうんですか？うん、初対面、はい。first impression。初対面。うんうんはいはい。うん。初対面が結構いい方だと思うんですよね。ああ、意外ですね。マジっすか？まあ、でも、やっぱりはい。無関心なところあるんだと思いますよ。やっぱ、はい。日本人はどっかで。なるほど。だから、表面的にはやっぱ、ああ、それはあるかもしれないですね。いい人に見えるし、はい。丁寧に見えるけど、やっはい。ぱ、ずっと日本にいると、ほら、2、3ヶ月とか、はい。それとか、住み始めると、やっぱ、うん。印象が変わってくると思いますね。ああ、それはあるかと思いますね。だいぶ違うかもしれないですね。初対面の時の対応と。だと思います。うん。まあ、難しいですよね。やっぱ、文化が結構違いますいし、考えや方も結構違いますし、やっぱそうでだすね。からうん。難しいのは分かりますよね。うはい。ん。どちらにし外ても。国人だとやっぱうん。難しいんじゃないですか？いや、難しいと思いますし、まあ自分も日本の友達はいっぱいいますけど、どう外国人に接すればいいかわかんないって人が多いですからね。初対面の時こそ別あ、に、そうですか。そうなんですよ。表面的なあ、話だけすればいいんですけど、仲良くなった時に、どうすればいいんだろうみたいな人は実は多かったりするんですよね。うん。なるほど。はい。なんで、お互いになんか難しく思ってるのかもしれないですね。そういう面があるかもしれないです。そうですね。まあ、はい。僕ちんが はい、僕ちん。日本に6年ぐらい前に行った時は、はい。ホステルに泊まってたんですよ。はいはいはい。だからその時は結構良かったと思いますよ。あ、まあ、はあはあはあ。スタッフがみんな日本人だったわけじゃないんですよね。はい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 。マレーシア人とかいて、アメリカ人もいて。はい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 。だから結構インターナショナルな感じだったから、うんうんうん。そういう場合だと、やっうん。ぱり、日本人も外国人も結構、はいはい。ちゃんと喋れてるような感じしましたよ。ああ、インターナショナルな場所だと。ですね。ああ、はい。まあそうですね。それだといい感じに。そういう経験がある人なら大丈夫なんでしょうね、多分。うん。最近増えてきてだとるんで、思います。はい。そあ、う。そうなんですか？最近、まあ、インターナショナルというか、外国が好きな、外国にもっと行きたいみたいな、はい、人はだいぶああ、それは大事ですね、やっぱ。はい、大事なんですけど、まあ問題点もありましてですね、そういう人たちって決まって自分の英語を自慢したり、他の日本の人たちをバカにするんですよ。英語喋れない日本の人たちを。ああ、それは最悪ですで、日ね。本の悪口とそれはダメかも、ですよ。日本の悪口とかも言う人がいて、なるほど。はい。いや、それは問題ですね、やっぱ。だっうんて、うんうん。なんていうか、もっとコネクトしないといけないですよね、日本人と外国人が。で、そういうそうなんですよ。ことしてたら、やっぱり、うんうん。ディスコネクトされちゃういや、そうです、とそうです。はい。思うんです。まあ、会えると一番いいんですよね。そうですね。だから私もね、こういうチャンネルを始めたのも、最初はそういうのが目的だったんですけど、
まあ、ある程なる度、ほど。コンテンツを通してでもいいんで、何か共有できるものがあれば、コネクトできるきっかけにはなるというか、コネクトできるチャンスにはなるっていうところがあると思うんで、少しずつやっていく。ですね。うん。まあ、隼人先生もこういううん。質問してることだけで、やっうん。ぱちゃん導いてると思いますよ。ああ、そういうそうっすかね。方向に。いやー、それはありがたいでだすね。と思います。うん。はい。いや、なんていうか、ほら、他の国の文化はい。に興味うん。が出ることだけで、うん。多分それが一番大事だと思います。ああ、ですね。そこが大事ですよね。きっかけというか、興味を持ち始めることが。はい。うん。まあでも日本人もわかるんですよね。だって本当外はい。国人多いし、はい。うんうんうん。まあ多分うんざりなのかなっていうところも、あ、で、まあまそれがあ、はい。どうかわかんないけど、本当は確かに。そうなのか。でもほら、なんていうか、はい。京都のなんかうん。神社とか行ったりしてはい。も、はい。日本人にうんうん。がいないですよね、ほとんど。ああ、そうですね。大体観光客で埋め尽くされてるみたいな。ですよね。京都は特はい。に、はい、そんな感じですね。京都特に、はい。はい、ですね。なんか、日本そのものがはい。大きななんかディズニーランドになってるような感じがする時もありますね、やっぱ。いやー、そうっすね。なんかもうそういうアミューズメントというか、そういう感じになってますね。もはやもうなってますよね。本来の意味が薄れてるというか、はい。そうですね。いうところではないですね、もうね、完全に。本来の神社というか、寺とかとしての機能は果たしてないかもしれないですね。うん。そうですね。大事ですまあけどね。でもほら、うん。なんていうの、Google で、うん。見つけられる神社じゃなければ、うんうん結構、うん。うん。はい。ピースフルですよね。ピースフルですね。結構落ち着きますね。そういう場合だったら人あですね。あ、はい。はい。とは思いますね。まあそこなんでしょうね。まあ、はい。そうですよね。まあ、外国人でうん。もやっぱほら、どこ行くかわかんないですよね。だから、はい。自分で冒はいはいはい。険してエクスプローした方がいいと思いますよ。いやー、それね、大事だと思うんですよ。自分もイタリアいた頃、自分でエクスプローラーしてましたから。ですよね。はい。そうするとやっぱり面白いことがあ、ハプニングするし、ハプニングします。はい。ですよね。で、知り合いだとも会えるんで、観光スポット行くと全然その地元の人とは喋れないですけど、そういう自分で、ですよはい、エね。クスプローラーすれば、地元の人ともっと楽しくお話できるんで、私はそういうのが好きかな。いや、なんか、記憶にあるのは、はい。なんか、めちゃくちゃ長い、うん。はい。ラインで待たないといけなかったんですよ。はい。なんかうどん屋かなんかおーで。はいはいあ、はい。もう1時間ぐらい待ったんそん、ですけそど、んなっすか。まあ、はい。待ってる人たちはみんな外国人なんですよね。ああ、で、そうなんだ。で僕ちんとはい。母親僕ちん。と一緒にはい。待ってたんですけど、僕ちんと、地元のはい。人が、あの、母ちん。あれ、なんでこんなに人がたくさんいんのっていうふうに聞かれたんですよね、うちおう。らが。はいはいはい。んで、まあ地元の人たちなのにうん。聞いたことないみたいな、はい。この場おう。所は。はははは。だからなんていうか、how do I say うん、あまり美味しくなかったでしょ、あ、そのうど美味しくなかっん屋って。たですか？ だから、インターネットで美味しいっていううんうところはんうんうん。大体普通な感じ。ああ、地元の人たちも全う然ん。知らないところみたいな。そういうのが、うんうまあ、ありましん。たね。あー情報格差っすね。それはありますね、ギャップが。ですね。情報にギャップがかなりありはい。ますね。はい。いや、そうですよね。なんですよ。まあ、あとは Google マップとかで、うん。美味しい寿司屋さうん。んとかが探そうとしてうんうも、ん。英語で探すとはい。いいところが見つかんないんですよいや、ね。やっそうですぱ。ね。それはわかります。なんか、日本、うん。だって英語でリスティングしたら、うん。外国人にマーケティングしてるところだかうら、んですやっね。ぱ地元の人たちは行はい。かないところですよね、大体は。勝てないから外の人に向けてマーケティングというか戦略を打ってるわけですもんね。そうだろう。うーそうですね、多分、はい。ん、まあ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 。そういう面もあると思うんで、確かに思いますね。並んでるとこはそんなに美味しくないっていうパターンですね。
でしたね。やっぱ残念ながら。なるほど。大変だな、それは。まあ、それは確かにありそうだ。そういう意味でも、あれですね、だから地元の人というか、日本の人にうまくアプローチできればいいと思うんですけど、まあ、なんですね、日本語が難しい言語であり、かつ、その日本の人で英語が話せる人も限られているんで、そこをですね。埋めるというか、はい、つなげるのが難しいっていうのはまだまだありますね、一つ。ですね。まあ、あとは地元の人たちが行きたいところに外はい。国人がたくさん来始めると逆に困る場合もあるかもしれないですかなね。りあると思いますね。なんか、その人たちだからにとっては。うまあ、ん。そんなこと言ってたらまあ、うん。いつまでもなんかやっぱはい。コネクトできないですよね。そうですね。どっちがいいんでしょうね。積極的にしていくのか。自分的にはしてもいいと思うんですけど、確かにしすぎると、そういう意味で、うんまあ、バランスが大事なんだと思いますよね、やっぱ。まあ、そうですね。はい。なので、今後も京都は負担、まあ、京都の寺とか神社はちょっと負担になってもらえますか。受け皿になってもらですね。うしかない。まあ、それがいいんでしょうね、やっぱぶっちゃけ。はい。そうですね。はい。はい。僕もそう思いますよ、やっぱ。はい。まあ、なんで、ここに今、このチャンネルを見に来てる人たちだけが、まあ、知れる場所とかどんどん提供していくんで、他の人にはじゃあ言わないようにね、ここだけの秘密っていうところにしておきこますか。この内緒にしましょう。じゃそうなんですよ。あ、はい、はい。そうしましょう。ここでホットティップを。はい、どんどんじゃあ、話していきますよ。日本の、英語サイトにはない美味しいレストランとか、行った方がいいおすすめの場所とか。うん。あ、いや、僕もお願いしますよ。結構興味あるんです。ああ、そうっすか。美味しいところとか、はいはいはい。はいはい。楽しいところとか。うん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 。いいですよね。なんか、個人的に来てくれる人はむしろ歓迎されるんですよね。英語を話せなかったとしても。なんか個人で冒険してくるみたいな人の外国人、あ集団で来るとみあ、んなはい。嫌がっちゃうんで、なんかうるさくしたりして。なるほど。はい。はいはい。それはわかりまうんうんす。うんそうなんですね。ですよ。ほんと一人で行くとめちゃくちゃ優しい人が多いっていう私の友達、イタリアの友達とかも言ってたんで、それがいいかもしれないでまあ、あすね。とはちょっとは、ちょっとぐらいは日本語を勉強してきた方が多分優しいと思いますよ。大事っすね。大事っすね、それ。日本語喋れても、うん。日本にいた時に一番はい。言ったフレーズは、はい。すいませんとうん。どうもでしたもん。それ以外多分必要ないですよ。すいませんって言っとけばなんとかなりますね。すいませんって。すいませんで、そはい。の後は、うん。toilet where is it みたいな。はい。それでその後英語でも多分大丈夫だとまあ、思いますよ。そこだけ話せれば、はい。印象はそうそうそ変わりますからね、最初の。うう。ん。変わりますね。はい。すいませんって言っまあ、あとけば。とは、まあ、はい。コンビニ行って、はい。なんか買って、あ、どはい。うもみたいな。それぐらい言えましたら、多分、まあうんう大丈夫でしょう。んうん。それが大事っすね。その一言でもいいんで、使ってみるっていうのが大事ですね。あと驚いたのは、ゴミ箱がないんですよね、いや、日それ、本って。自分にとっても不便ですね。なんとかしてほしいですけど、まあ難しいんでしょうね。あ、そうなんですか。はい。じゃあ、日本人も不便だと思っいや、たんですか？みんな不便だと思ってると思いますよ。持ち歩かなきゃいけないし、ゴミを。別に好きでやってるわけなるほじゃないんで、うど。ん、はい。ああ、そうなんですか。いやいや、うん、なんか、はい。文化的なことがあるのかなとはい。思ったんですけど。いや、多分、地下鉄サリン事件っていうのがありまして、毒ガスを地下鉄で撒いて、確か、そのはい。毒ガスが出てき、捨ててあった場所がゴミ箱だった気がするんですよ。それで、ああ、なるほそっど。からみんなはいもうゴミはい箱に対はいはい。してすごいアレルギーというか、持ってしまって、それ以来だったんですか？そのそれ以来、前はゴミ箱とかああ、結構あったんですか？街中でも、電車のホームとか、プラットフォームとかへはあったみたいですえ。ね。今は全然見かけることができないんですけど、うん。ないですね。はい。はい、そうなんですよ。それは驚きましたよ。いやー、ちょっとね、この辺は改善した方がいいと思いますね。うん、個人的には。そうなんですよ。難しいですね。いや、だって、難しいですね。いや、そりゃ、だって、僕はい。ちんも日本に住んでたらうんざりになると思いますよ。そう。日本人がきちんとゴミをちゃんと捨ててんのに、はい。外国人がそうしてないっ
ってふうに思ってんなら、やっぱりそれはないなとは多分思いますよ。まあそれがだから確かまあ、にね。皆さん聞いてる人たちもやっぱ、日本に行ったらちゃんとゴミに捨ててください。それは思いますね。ちょっとめんどくさいのはね、わかるんですよね。ゴミ箱ないし、まあ、持ち帰るか、コンビニとかになっちゃうんですけど、捨てるとしたらもう、ただ、なるほど。そこそうではすね。確かにしっかりした方がいいかなとは思いますね、ぶっちゃけ。ですね。はい。なんか、英語だったら When in Rome とかっていうはい。フレーズがあるんですよね。はいはいはいまあ、はい。ちゃんとはい。そこにはい。ビジットするなら、きちんとそこのルールとか文化をちゃんと見習わないといけないと思いますね。そこにいる間は。それは思いますね。私もそれは思いますね。ぶっちゃけ。まあ、そういうレスペクトがあれば、多分、うんコネクトできると思いますよ。そう、お互いがね、ですね。はい。そうなんですよね。来る場合は、やっぱりある程度、その国のことを知った方がいいとは思いますね、ぶっちゃけ。勉強したそう方が、思いますよ、僕も。アジャストしていくのは大事だと思いますね。ですね。はい。まあ、態度が変わりますよ、やっぱ。うんそういう、別に大きなことをしなくていいんですけど、まあ、それぐらい考えたら、やっぱり地元の人たちは、の態度も結構変わると思いますよ。それが大きいと思いますね。まあ、誇張されてる部分はあると思うんですけど、まあ少なからず、電車の中でめちゃくちゃうるさく電話してるとか、まあ別にそれいいとは思うんですよ。別に自分個人的には電話するぐらい許してやれよって思うんですけど、ただ、なんかそういうのを、理解するのは難しいとは思うんですが、そういう意味で反感を買ってる部分はあるんで、ぶっちゃけ。そのあたりは。まあ、いや、僕は分かるんですよね、そういうのってやっぱ。その国のルールっていうのは、守んないといけないんですね。自分たちが違うことをしてるからいいやみたいな考え方はおかしいと思うんですよね。なんていうか、一応他の人の国に行くんなら、自分はビジターですよ。だから、例えば友達の家に行って、靴を脱がないで、特に日本人の人の家に行ったり、ほら、アジア人の家に行って、靴を取んない、外さないで歩き回ったら、やっぱ怒るですよね。そうですね。普通、その友達は。怒りますだから、そのルールを、自分はどうでもいいやとか、自分は興味ないからしないっていう考え方は変えないといけないと思いますよ、やっぱ。それは良くないとは思いますね。それは思いますね。まあ自分が理解できなくても、なんでルールがあるのかとか、なんでそういうルールがあるのかとか、それは関係ないと思いますよ。いや、そうなんですよ。いや、私なんかは他の国行ってもその国の人のルールとかに合わせどんな変なものでも合わせられるんですよね、自分的には。まあ僕もそうですね。ぶっちゃけ。で、ちゃんと理解したところで、まあ自分の中で問題があったら、まあ考え始めるかもしれないけど、その前はやっぱりちゃんとフォローしますよね、ルールはやっぱ。した方がいいんじゃないかとは思いますね。その方が賢いんじゃないかとは思いますね。ですね。まあそれはまあレスペクトしてるっていう感じですよね。っていうことですね。いや、本当わかるんですよね。意味ないルールはたくさんあるんですよね。そりゃそうですよね。今の時代には通用しないというか、今の時代ではおかしいルールはたくさんあるんですけど、人間って合理的な生き物ではなくて感情的な生き物なんで、そういうルールを少しでも外すと、怒るというか、怒りに触れてしまうことはあるんで、いや、自分はその人たちの本当に共通認識として持ってるルールみたいなものは知って守っていきますよっていう姿勢を見せるのが大事なんじゃないかなと思いますね、個人的には。いや、面白いお話ですね、やっぱ。興味深いコンバセーション。興味深いですね、これに関しては。まあ特にワンピースみたいな話を読んでると、やっぱ、世界平和のこと結構考えますよね、やっぱ。そうなんですよ。
いや、私もどうしたら違はい。う国の人たちとか、違はい。うと、うん。アイランドの島そう。の人たちそとどういうふうにう。うん。文化をうんうんうん。トレードできるかっていうでか。すね。いや、ほんと、結構学びましたね。空島じゃねえや。モコモ広告モコモデュークダムとか。ですね。はいはい。ゾロが切れるところとかね。ガルチューすんじゃねえっつですね。って、はい。いやかわいそうにブルックも、あとは。そうそうそう。いや、本当ワンピースから学べることめちゃくちゃありますよね、やっうん、ぱ。ありますね。学ぼうと思えばいろいろ学べますね、ほんと。ですね。うん。クソランドさんも将来的には漫画、作ろうみたいな感じで考えてますか？いやー、まあ、はい。小さい頃は漫画描こうとは何回かしたんですけど、はいはい。まあ、文章が書けないんで、あんまり。絵とかは得意ですか？絵は得意です。はい。今、絵ははいはい。そこまで問題ないですけど、はいはい。やっぱ、はい。うん、いや、とは言ってもやっぱり小さい頃は絵描いてたんですけど、途中はい。で止めたんですよね。ああ、絵を描くの。はい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 。なんかお金がないから、あの、ああ、まアーテあ、ね。ィストってお金がだいたいない人たちですよね。基本的にはだそうですね。から、はいはいはい。まあ、医者になるかとか、はい。建築家というんで建築家、すか？アーキはい。テクト。アーキテクト建築家。はい。はい。とか、そういう風に考えてたんですけうんうんうど、ん。まあ、高校にいた時にはい。デザインのことを知ったんですよね。おお、はいはいはい。それでまたやっと絵を描き始めたっていう感じだったんああ、で、そういうことまあ、なんですね。ずっと絵描かなかった、時があったんですよね、はいやっぱ。はい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 。なるほど。ブランだからク。もう、うん。ブランクがあったんですよ。うん。だからもう絵は、まあ、はい。描けないんですね。あ、書けないまあ、描けですか？るんですけど、描けるうん。んですけど描けないんですよ。あ、そうなんでなんか、すね。やっあぱずっとやってた人と比べると、やっはい。ぱレベルがちょっと低ああ、いかなと思いますまあまね。あまあ、でも機会があれば、なんか自分も最近ストーリーをちょっと作ったりしてるんで、時間があるとき、え、そうなんですか？将来的にじゃあ、私がぜひ今度。はい。いやいやすごいすごい。だから、クソランドさんに絵を描いてもらって、二人の漫画を作るっていうのも面白いかもしれないですね。おお、それは面白い。将来的に。はい。いや、いつかなんか、やりましょうか、じゃあ。やってみたいですよね。どうせなら。はい。なんか面白い漫画というか、ストーリーを作るっていうのも。うん。あと、そう、このチャンネル見てくれてる人に漫画家志望、日本の出版社に、漫画をプレゼンしたいとか、人がいたら、ぜひ連絡くれれば。僕も、たまに漫画を翻訳して出版社に持っていくことがあるんで、興味ある人いたら、ぜひ、連絡してくれれば、嬉しいなと思います。私のインスタグラム、ここ、もしくは、E メールとかに送ってくれればいいと思います。いや、かっこいいですよね、はい。やる先生って。いや、そうっすか。いやー、だってはい。いや、いい仕事してんなって思いますああ、よ。そうっすか。いや、なんか、はい。いやー、ね。そういうことをしてる人って話したことないし、いそういう人と。やー、運が良かったかもしれないですね、自分はね。はい。あ、そうなんですか。他の国の人と関われて、はい。そこからまた日本の文化をもう一度学び直せてみたいなことができたんで。ああ、なるほど。はい。じゃあ、一応イタリアとかに、住んでた時って結構大事だったんですね。いやー、自分にとっては大事ですね。世界の人とつながりたいっていうのはあったんですよね、実は。はい。あの、そうだったんですか？その理由は何ですか？理由はですね、戦争ですね。自分が何歳か覚えてないですけあど、イラク戦争あったじゃないですあ、か。はい。それの画面はいとかはいはい。はい、その映像とかも見たり、して、で、それ派生して、日本の昔の戦争とかも、小さい頃に映像をたくさん見てきたんで、その時に思ったのは、絶対兵隊っていうか戦いたくないし、他の国の人を殺したくないし、っていうのが心にあって、ですね。そうなんです、そうなんです、そうそう、戦う意味もないなって思ったんで、なんでそっからどうやって他の国の人といい関係というか築けていけるのかみたいな、まあ、おー。平和じゃなくていいと思うんですけど、別に言い合いとかは別にいいとは思うんですけどね、殺し合いとかそういうのをどうしたら止められるのかなみたいな、まあ、自分の力では100%無理なんで、
そう思った結果、結局仲良く、世界のいろんな国の人にいろんな仲いい人を集めれば、まあ、ある程度は理解し合えるのかなみたいな感じで、小さくやってるって感じですね。はい、今は。立派じゃないですか。そうですかね。いや、そうは、まあまあ。いや、雲じゃないですか。そうパですか。シフィスタ。いや、ぶっちゃけとは言っても、コメントとかでブチ切れたりするんで、クソコメには俺ブチ切れて言い返したり、クソコメ、はい。はい、クソみたいなやつらには、いや、それは分かりますよ。はい、言はい。い返したりするんで、そういう面もあるんですよ。もちろん、なんていうかね、戦うのも好きなんですけど、なんていうか、ベースにはいリや、スペクトが、分かりますよ。ベースにはリスペクトが欲しいかはなっていう。いはい。はい。うん。いや、僕ちもそうですよ、本当クはい。ソコメって言いましたっけ？クソコメってク言うんですよ。ソコメをはい。読むとやっぱ腹はい。立ちますよ。いや、そう、めちゃくちゃ腹立つし、たまにやり返したりするんで、僕ちんはやっぱりそううん。いうコメントをする人たちにもはい。やっぱ理解したいし、理うん。解されたいし、はい。話したいんですけど、はい。やっぱあっちは興味ないっていう感じが多いですね。ああ、そうですよね。ただコメントをしたいで、その後はもう知らんぷはい。りみたいあな人が結う構多い感じん、です確かに、し、それだけして終わりっていう感じですもんね。とは、はい。とは言ってもやっぱ、はい。まあ12時ぐらい、夜の12時までずっと考えてる場合もありますよ。ネあガティブなコあ、メント。クソコメに関して、ネガティブな。ですよね。はい。いや、だからそれがうんうんうん。人って結構面白いんですよね。ああ、99%がはい。良くても、そのそう。1%が悪いと、それだけしか考えられないそのってあるですよね。う。めちゃくちゃあありますね。りますよね。めちゃくちゃありますね。はい。みんないいって言ってるのに、その1%に、うん。っていうか一人が、ああ、はい。これはクソだって言ったら、はい。それに腹はい。立つのが多いですよね、やっぱ。ネガティブに反応しがちですね、やっぱ。うん。どうしてもね。ですね。それを変えないとね、そうなんですよいけないと思いまね。す。いや、ぶっちゃけ99%は、いいというか、面白いコメントですよ、みたいなところを理解しないと。そですよね。う。はい。その99%にエナジーを入れた方が、エネルギーを入れた方が、やっはい。ぱですね。その人たちがどんな動画を見たいですよね。かとか、その人たちの、まあ、面白い意見とかに聞いて改善していくっていうのがいいと思いますよそう。ね。そですよう。うーね。もうん。難しいよ、やっぱり いや、YouTuber も本当大変ですよいや、ね。大変ですね。まあそう。でも面はい。白いっていうか、そうですね。なんで、まあ今回はこのチャンネルで日本についていろいろ話したんですけど、次はね、クソランドさんと、はい、ワンピースについてもね、話したいと思うんで、ぜひ、ぜはい。ひ。いや、さっき語呂合わせのこととか話してて結構面白かったですよ。なんかやっぱ、ですね。うん。外国人と話してると、やっぱ、こっちが説明しないと理解はいできないはいはい。から、あ、隼人先生と話してると、はい。ああ、なんか説明しなくていいからいいなっていう感じだった。完璧です。では、じゃあまあ今日はありがとうございました。この長い時間でいや、付き合っこてもらって。ちらこそ。いやいえ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 。いろいろこちらこそ本当ありがとうございます。いや、本当楽しかったです。初めてのゲストとして、クソランドさんを呼べたことに、初めてだったんですか？これからもう予定は入ってるんですけど、撮影は初めてです、これが。おお、嬉しい。はい、ありがとうございます。動画も多分1本目になる予定なんで、そうなんですか？新しいチャンネいルやー、1本目になる予定。それははい。やばいですよ。いやいやいや、かなり面白い話ができたんじゃないかな、1本目の動画として。と思いますね。そうですか？はい。いや、それ言ってくれると本当嬉しいです。いや、ありがとこちらこうございます。そいろいろ、いろいろな視点をね、話してくれてありがとうございました。いや、もう本当にぜひまたやっぱ誘ってくはい。ださいよ。もちろん、はい。また、期間空けて、またこのチャンネルにも呼ぼうかなと思います。また別のトピックで、はい、話していくのも面白いんじゃあないかなと。ざっす。はい、ありがとうございます。はい。あざっす。あざっす。はい。ということで、はい。はい、じゃあ見てる皆さんにも一つあるんですが、今日クソランドさんに出てもらった、出演してもらったんですけど、いつでも出演者は募集中です。日本語を勉強している人、あと話す機会がない人、日本語は勉強して十分自信はあるけど、話す機会、チャンスだけがないっていう人はいつでも、出演募集してるんで、ここ、
インスタグラムのアカウントですね、私の。ここにダイレクトメッセージを送ってくれれば、問題ないです。もしくは、E メールの、私の E メールも概要欄に、貼っておくんで、ディスクリプション欄にも貼っておくんで、ぜひ連絡をください。はい。というわけで、クソラントさん、今日はありがとうございました。この辺で締めさせて、いただきます。では、皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。じゃあねー。